皆さん、こんにちは。今日はちょっと面白い文を紹介したいと思います。ある生徒さんからこんな意見がありました。日本語って勉強した文法通りに話されないことが多くて、実際の会話は短くなって聞き取りにくいですっていう意見です。はい。確かにその通りなんですよね。じゃあ実際にどれくらい変わるのか、今日はちょっと見てみましょう。まず、このフレーズ、皆さん聞き取れますか？お菓子ばっか持ってかないで。お菓子ばっか持ってかないで。はい。この場面はこんな感じですね。これはもともとお菓子ばかり持っていかないでっていう N3 レベルの文法を使った文章ですね。旅行に行く前にね、旅行の準備で子供がお菓子をたくさんスーツケースの中に入れて、お母さんにお菓子ばっか持ってかないで、お菓子ばっか持ってかないでって注意されてる場面だと思うんですけど、でも、日本人との会話の時にこのセリフ聞き取れるでしょうか？リスニングのコツは、短くなる前の形を知ることですね。今日はこういう文を他にも3つ準備したので、一緒に例文を確認して、ちょっとパターンで練習してみましょう。はい。まずはじゃあ一つ目の文です。皆さん聞き取れるでしょうか？送別会、来月の3日っつってたっけ？送別会、来月の3日っつってたっけ？はい。どうでしょう？これは元の形は、送別会は来月の3日と言っていましたっけ？送別会は来月の3日と言っていたっけですね。と言っていたが、つってたになってるんです。とてもカジュアルな言い方でね、特に会話ではよく出てきますね。ちょっとパターンで他の文も見てみましょうか。このつってたっけですね。例えば、明日飲み会に来るっつってたっけ？明日飲み会に来るっつってたっけ？これどこで買ったっつってたっけ？これどこで買ったっつってたっけ？日曜日はバイトっつってたっけ？日曜日はバイトっつってたっけ？はい、どうでしょう。ちょっとカジュアルすぎる話し方なので、使う場面にはね、注意が必要なんですけど、はい。もしかしたらね、アニメとかでもよく出てくる表現だと思いますので、皆さんもね、パターンでね、ちょっと練習してみてくださいね。じゃあ次は2つ目です。2つ目の文はどうでしょう。初めて聞いたとき聞き取れるかどうか。ポケットに紙入れっぱにしてて洗濯しちゃった。ポケットに紙入れっぱにしてて洗濯しちゃった。どうですかね。これはポケットに紙を入れっぱなしにしていて洗濯しちゃったって言ってるんですね。何々っぱなしっていう文法をね、勉強したことありますか？その何々っぱなしの部分が何々ぱに短くなってるんですよね。はい、これもね、日常会話ではかなりよく使われます。ちょっとね、パターンで他の文も確認してみましょうかね。窓を開けっぱにしてて風邪ひいちゃった。窓を開けっぱにしてて風邪ひいちゃった。充電器差しっぱにしてて熱くなっちゃった。充電器差しっぱにしてて熱くなっちゃった。テレビつけっぱにしてて怒られちゃった。
テレビつけっぱにしてて怒られちゃった。はい。何々話の部分がね、全然聞こえないので、もし知らなかったらね、多分この文全体、ちょっとなんとなくしかね、多分聞き取れないと思いますね。はい。ぜひね、これもパターンでちょっと皆さん練習してみてください。じゃあ次は3つ目、最後ですね。どっかに隠しといてっつったじゃん。どっかに隠しといてっつったじゃん。どっかに隠しといてっつったじゃん。はい。これは元々の文は、どこかに隠しておいてと言ったじゃない。どこかに隠しておいてと言ったじゃない。これが元の文なんですけど、どこかがどっかになりましたね。それから、しておいてがしといて、と言ったがつったになってますね。はい。かなり省略されていますね。といてつったじゃん。といてつったじゃん。ちょっとじゃあこれもね、パターンで3つの例文でちょっと確認してみましょう。今日中にゴミ捨てといてつったじゃん。忘れたの？今日中にゴミ捨てといてつったじゃん。忘れたの？帰り牛乳買っといてつったじゃん。これじゃあ料理作れないし。帰り牛乳買っといてつったじゃん。これじゃあ料理作れないし。10時に来といてつったじゃん。もうみんな行っちゃったよ。10時に来といてつったじゃん。もうみんな行っちゃったよ。はい。こうやって見ると、日本語の会話って、ね、音がどん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 縮まっていくんですよね。だから、教科書のまま覚えてると、逆に聞き取りにくくなることがありますよね。で、今日紹介したような文になれるためには、字幕を日本語で見ることが一番いいと思います。一文字ずつね、確認して、どう省略されているのかを研究することです。シャドーイングとかもね、効果的だと思いますよ。この練習方法だと形を少しずつ覚えていけるので、会話がね、ぐっと聞き取りやすくなると思います。はい。今日はね、3つのパターンしかちょっと紹介できなかったんですけど、もしこういう動画が面白い、良かったって思ってくれた方は、ぜひチャンネル登録と高評価の方、よろしくお願いします。じゃあ今日はここまでにしましょうかね。最後まで見てくれてありがとうございました。また次のビデオもお楽しみに。バイバイ。